トースターでお弁当3日間。かわいいエビボールのお弁当を作ります。枝豆を水につけて解凍しておいて、ピーマンを輪切りにします。アスパラは下の硬い部分を切り落として、根元から5センチくらいの皮は硬いので剥きます。アスパラのカレーつくねにしたいので、お弁当に入れやすい長さに切りました。600ワットで30秒温めます。フライパン用ホイルの真ん中を折って仕切りを作っておきます。枝豆とコーン、カニカマ、マヨネーズと塩コショウを少し混ぜます。冷蔵庫に少し残っていたシューマイの皮をホイルカップに乗せて、枝豆コーンを中に詰めます。ピーマンには塩コショウとオリーブオイルを少しずつかけて、コンソメをほんの少し入れました。ひき肉に塩コショウ少々とカレー粉、マヨネーズを小さじ1ずつ混ぜて、アスパラに米粉をまぶして、手のひらで平らにしたひき肉を巻きつけます。転がしてしっかり密着させました。ひき肉の上にも米粉をまぶしておきます。はんぺんを潰します。ボウルで潰してもポリ袋でも何でも OK。酒小さじ1、胡椒少々、マヨネーズ大さじ1、片栗粉大さじ1を加えます。エビを小さく刻んで、はんぺんに加えたら、よく混ぜます。袋の端を少し切って、同じくらいの量を何個か絞り出したら、手で転がして丸めます。花の形になるように並べてくっつけておきます。真ん中には切ったウインナーを入れました。トースターで焼きます。まず200度で15分焼きました。ピーマンと
枝豆コーンを取り出して、念のためもう5分焼きました。かわいい。このエビボールがおつまみみたいで美味しいとパパさんに大好評でした。冷めたら詰めていきます。はんぺんエビボールはトースターで焼くのが正解だね。枝豆コーンカップもうまくできてよかった。トースターでお弁当を作るの楽だし楽しい。ピーマンもたくさん詰めて。なんとなくウインナーにケチャップをつけてみたけど、つけない方が見た目が可愛かったと思います。赤くビカビカしちゃったね。ふりかけをかけて。完成。我が家の定番おかずに決まりです。コンロが汚れなくて楽だね。くるくるキャベツ肉巻き弁当を作ります。この日もアスパラ。旬のこの時期、たくさん食べたい。3センチくらいの長さに切っておきます。ブロッコリーは小房に分けて、洗って水につけておきます。洗ったキャベツとブロッコリー、アスパラを600ワットで3分温めます。ブロッコリーとアスパラに塩コショウとオリーブオイルをあえておきます。前日の夜、茹でておいた卵。カニカマは半分に切り、ハムは4分の1サイズと、小さな花の型で抜いて、残りは朝食で食べます。スライスチーズも4分の1サイズと、残りは卵と混ぜるように小さく切りました。ゆで卵も切ります。チーズ、卵、塩コショウ、マヨネーズを混ぜ、シューマイの皮に、ハムとチーズを乗せて、ハムの方には卵、チーズにブロッコリーを乗せ、パセリをかけたら、包みます。端を水で留めました。パリパリのミニブーケ風です。この日もくっつかないホイルの真ん中を折って仕切ります。皮にさっとオイルをかけました。
手で塗ってもどっちでもいいよ。アスパラとカニカマを交互に爪楊枝に刺して、マヨネーズをかけます。キャベツの水気を拭いて、キャベツは外の硬い葉ではなく柔らかい葉を使います。今回は豚ロースを使っていますが、豚バラでも大丈夫だよ。軽く塩を振り、柚子胡椒を塗ります。その日の気分で味噌とチーズや梅がつお、たらこマヨ、レモン塩など好みの味付けにできます。ふわっとさせたくて半分に折ってみます。キャベツも同じように半分に折りました。くるくる巻いて、上から少し押し広げて緩めます。巻き終わりにパスタを刺しておきました。焼いているうちにパスタは柔らかくなるので抜かなくて大丈夫です。仕上げにもさっと塩を振り、オリーブオイルを少しかけて、トースターで焼きます。まずは200度で15分。いいですね。パリパリで美味しそう。念のため、肉巻きだけ、あと5分焼きました。残った卵やハムは朝食になります。おかずが冷めたら、お弁当箱に詰めよう。肉巻き4つ入れたかったけど、3つしか入らなかった。違う詰め方にしたらよかったな。前日の夜に漬けた長芋の酢漬けも入れました。トマトと梅干し、飾りのハムの花を乗せて、完成。パリパリミニブーケはいろんな具材でアレンジできるね。ハートのはんぺん弁当を作ります。先日のエビはんぺんボールが好評で、また作ってと言われたので、今度はもっと簡単にカニカマで作ります。この日もブロッコリーとアスパラ。いつも同じ食材だね。贅沢せずに、その時安い食材を使うのです。アスパラは3センチくらいの長さに切ります。きれいに洗った人参は輪切りスライス。ブロッコリーは600ワットで30秒温めます。この日もホイルで仕切るよ。ハムに4箇所切り込みを入れて、ホイルカップに入れてみましたが、広がってしまうので、シリコンカップに入れた方がキュッと小さくなっていい感じです。ココットなどの小さい耐熱容器でもいいですね。
ハムカップにブロッコリーを詰めたら、マヨネーズとコーン、チーズを乗せます。パセリもかけとこ。人参は塩コショウ少々とバターを乗せます。バターや味噌、練乳、塩麹などは冷凍庫に入れてあります。この日もはんぺんを潰して、カニカマを小さく切って入れます。カニカマを5本入れましたが、はんぺんの割合が多くて白っぽくなったので、はんぺんは半分でよかったなぁ。はんぺん自体に味がしっかりあるので、塩や鶏ガラなどは入れずに、マヨネーズと片栗粉を大さじ1ずつ混ぜました。アレンジしたいときは、粉チーズやたらこ、ツナなどを混ぜ込んでみても美味しそう。いろいろ乗せて焼いてもいいね。今度やってみますね。端っこを切って、今度はハートの形に絞ります。思ったより綺麗に絞れないので、ハートの型に詰めた方が良かったかな。絞るのがなんか楽しいですよね。手で表面をきれいにならしました。枝豆は中に混ぜても美味しいけど、今回は上に乗せました。アスパラにエビを乗せて、鶏ガラの素は味が濃いから少しだけ。ごま油を回しかけたら、トースターで焼きます。焼いている間、別のことができるのも助かります。焼けた焼けた。可愛くできたね。味玉。朝ごはん用に前日の夜につけておきました。ママはようやくダイエットをしようと思って毎日卵を茹でています。ハムカップもきれいにできました。お弁当作りは毎朝のことなので疲れてしまうことがあると思います。自由に、いい意味で適当に、好きなように楽しく作りましょう。ちなみに今回はおかずをハート型にしましたが、特にラブラブというわけではない。なんか3つもハートが並んでるけど、ちょっと遊びたかっただけで、丸でも何でもいいです。トマトとパセリを振ったら完成。今月もお弁当作り頑張りましょう。ご視聴ありがとうございます。またね。